この島田さん車の免許を持たれてると思うんですけど、はい、いつ頃取られたかって覚えてますか？高校卒業間近ですね。はいはい。東京上京する前の春休みの間に免許を取りました。で、今私これ聞いたのも、やっぱいろんな人がいて、島田さんと同じように高校卒業と同時に春休みの間に、要は就職するまでの間にもう取っちゃったよっていう人もいれば、大学進学して、それこそ免許の合宿みたいなもので取ったっていう人もいる。はたまた僕なんかは結構特殊な例だと思うんですけど、就職決まって、よし、あとはもう卒業するだけだと思ったら、その会社から免許いりますって急に通知が来て、やべ、取ってねってなっても慌てて取ったりとか、いろんな取り方をされた方いると思うんですけど、このお話をくれた、仮に和明さんとしておくんですけど、この方今関西にお住まいなんですね。で、この和明さんは、今から20年近く前のちょうど20歳になるかならないかの頃に、それこそ島田さんと同じような感じで高校卒業してすぐ免許取って、で、その後取っただけじゃ意味ないんで、よく友人とドライブしてね、運転の練習してたんですって。でね、時期はちょうど今時期のこの暑い夏の時期で、ドライブしようって言ってもこんな暑い中、真夏ですよ、日中って外すら出たくないじゃないですか。いや、運転のね、車内真夏暑いですよね、昼間ね。そうなんだ、だからもう絶対昼は嫌だって和明さんも言って、もう少しでも涼しくなる、それでも暑いんですけどね、夜中に行こうぜって友人を説得して、その日はね、友人のドライブにこの和明さんの付き合うっていう日だったんですけど、集合時間は夜の10時ぐらいで、友人が迎えに来てくれて、友人が運転する車の助手席に和明さんは乗り込んで、でね、当時この2人とも奈良の方に住んでたらしいんですけど、当時地元で有名な山があったんですね。免許取ったら大体みんながそこに行くような山があって、じゃあせっかくだしそこ行こうぜって言って友人の運転でその山の方向かっていくんですよ。でね、運転始めてちょうどその山に差し掛かったぐらいの頃に急に霧が出始めたんですって。ただその霧が出ること自体は全然不思議じゃなくて、というのも地形的によく霧が出る場所だったらしくて、だから全然霧が出てきても、霧出てきたな、ちょっと気をつけて運転しようかぐらいにしか思ってなくて、友人もね。で和明さんも一応声をかけて気をつけて運転しろよって。でどんどん頂上向かってくるんですよ。でちょうど車がね、この頂上に差し掛かったあたりで、道路直線になるんですけど、50メーターぐらいの先になんか赤いものが見えたんですね。真っ暗闇の中に。そう、もちろん霧も出てるんでこうわーってなってるんですけど、そこに赤いものがふわーって50メートルぐらいの先にあって、何あれって、どんどん車近づけていくんですよ。でそれね、本当不思議なんですけど、鳥居だったんですって。鳥居、神社の。朱色の綺麗な鳥居があって、で山道のこの脇の方にね鳥居があって、そこに階段があって上登るっていうのはよくあると思うんですけど、これ本当不思議なのが、その鳥居道路をまたぐぐらい大きい鳥居だったらしいんです。何がで、こんなん見たことねえよ。でも友人どんどん進んでいくんですよね。でもうついにもう目と鼻の先になった時に、この友人が何を思ったか、突然車止めたんです。で和明さんからしてもってなるじゃないですか。そしたらね、この友人が急に、いやちょっと面白いからさ、車降りてあの鳥居の方行ってみようぜって急に言い出したんです。ただこの和明さん、若干そういう勘の鋭い方だったらしくて、その鳥居からなんかすごい異様な雰囲気を感じてたんですって。だからね、もうこれまずいと思って、今にも車を降りようとしてる友人の手首ガシッと掴んで、お前何考えてんの、やめろよと、おかしいだろって言って友人を連れ戻して言うんですよね。いやどう考えてもおかしいだろって、いや山のど真ん中に鳥居があるんだぞ、しかも道のど真ん中に、おかしいだろってなんとか説得して車ね U ターンさせて今来た道を下ってったんですよ。でも本当おかしいんですけど、友人がどうしても納得しないんですよ。いや絶対あれあったって。で関西さんそれに根負けして、分かった、そこまで言うんだったらじゃあもう一回行こうや。ただこれまたね登ってって鳥居が本当にあれば、まだ本当におかしな話だけど、この山にはそういう鳥居があるってなるけど、もし万が一その鳥居がなかったら
おそらくこの世のものではない何かあやかしだろうと、だからその時はさっさと降りるぞって言って友人もそれ聞いて分かった分かったってまた山道登っていくんですよ。でまた頂上付近に差し掛かった時にさっきは確かにあったその朱色の大きなそれこそ道をまたぐぐらいの大きな鳥居がないんですよ。でさすがに友人もこれにはビビったみたいで「もうなんでないの?」って言ってもうすぐ山道降りようとして、でも結構ね山道下る時って気をつけて運転しないと危ないじゃないですか。ですから和明さんも一応声をかけながら焦るのは分かるけど気をつけながら運転しろよって言ってで急ぎつつも丁寧に運転をして山道下ってでこの山の麓にちょうどコンビニがあったんで急いでたっていうのもあったんでしょうね。喉乾いたんでそのコンビニ寄ってちょっと飲み物買ってもうあと帰ろうぜって言ってでそのコンビニの駐車場に向かって車止めて友人は運転席側からで和明さんは助手席側から降りたんですけど、運転席側から降りた友人から声にもならない悲鳴が聞こえてきてってなってで和明さん慌ててそっち駆け寄るんですよ。したら友人がもう真っ青な顔してガタ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 震えて真正面見たまま左手を運転席側のドア指さしてもうその手も震えてるんですよ。何って言って和明さんそのね運転席のドア見るわけですよ。その瞬間一気に鳥肌が立ってこの運転席のドアノブが本当ありえないんですけどすんごい強い力で引っ張られたかねねじれててしかも窓とかドアのところに大小さまざまな大きさの手形がベタ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 ってついててでもこれはただごとじゃないってなって、もうその日は慌てて解散したっていうお話を聞いたんですけど和明さんこの話を僕にしてくれた後にたまたまその時一緒だったその友人と会う機会があったんですって、なんでこの話をしてみたらしいんですよ。そういえば昔こんなことあったよなってそうしたら友人も覚えてたみたいではっきりとそういえば昔そんなことあったよなって言ってあの時怖かったよなそういえばさって急にこんな話をしだして教えてくれたんですけど一緒にその怖い体験をした数日後この友人が仕事に向かってその日はね比較的早く終わったらしくて仕事が。でいつもの道使って車を運転しながら家向かってるとまた霧が出てきたんですって。たださっきも言ったようにその辺りって別に霧が出ること自体はおかしくはなかったのでめんどくせえなと思いながら運転してたんですよね。したらまたね鳥居が現れたんです。でもどうなるか分かってるじゃないですか。ですからすぐ急ブレーキかけて止まったんですよ。キーッつって危ねえって思ったその瞬間耳のこの辺りであとちょっとだったのにって急に聞こえてきてと思ってそっち振り返るんですよ。でも誰もいなくてって辺りキョロキョロ見渡してその声の主探すんですよ。でもどこにも誰もいないんですよね。そうこうしてるうちに鳥居は消えそして霧もはーって晴れていってようやくその友人自分がどこにいるか分かってその瞬間ゾッとしたんですけどちょうどねカーブに差し掛かるところで車止まってて普通だったらガードレールあると思うんですけどそのガードレールのないところでギリギリで止まっててその下も崖だったんですよ。なるほど。でも友人それで一気に怖くなっちゃってもうすぐさまその足で地元で有名なお祓い屋さんのとこ行ってお祓いしてもらったらしいんですけど最後にこのお祓い屋さんが言ってたのがいやあなたについてたものがあなたを連れて行こうとして鳥居というものを見せてでそれをくぐらせることによって連れて行こうとしてたんですよっていうふうに最後言われたらしくていやでもその後はさもう何もないんだけどなって言ってで友人話してくれたらしいんですけどそれ聞いた和明さん「お前そんなことあったの？いやそれめっちゃ怖いじゃん」って口では言ってたんですけどそれ聞いてずっと思ってたんですって。待ってよじゃああの時俺一緒になって鳥居見てたけどもし止めないで一緒になって降りてくぐってたら俺どうなってたんだろう。そうですね。はい。そんなお話を聞かせていただきました。いや
鳥居っていうのがすごく象徴的ですよね。神社でもね、人間の世界と鳥居をくぐると神域、神様のね、神域ということになるわけで、やっぱりこう鳥居を境に別の世界に行くわけですよね。で、今回で言うとこの世とあの世の境目にもなってたってことで、そこをくぐってしまったらなくなってたってわけですもんね。そうですね。だからそう思うと最初の時、鳥居をくぐらなかったわけですけども、ドアノブがぐわーっとこうひねられて手形がいっぱいついてたっていうのはやっぱり悔しくて、あと少しなのにって言ってそこからぐーっとそっちの世界にこう引きずり込もうとしている力手だったのかなと思うとめちゃめちゃ怖いですね。いやこれも最初は鳥居見て手形ついててってそこで終わってたんですけど、その追加情報っていうのが1ヶ月ぐらい経った後に教えてもらって、それで一気に分かる。めちゃくちゃ怖いじゃん。もう完全に連れてことしてますもんね。かなり強い力で。でまた霧ですよね。よく幽霊っていうとね、この湿気がとかって話ありますけども、本当にこうファーっとこうもう湿気じゃないですか、霧っていうとね、まずこの水分なわけで、なぜかこう出てくるんですよね。でおかしな空気がなくなると嘘みたいに霧が晴れるっていうね、ことがあるので、やっぱりこう霧が急に立ち込めた時っていうのは何か危険なサインなのかもしれないですね。はあ、いやちょっとこの、実際道路にこうまたがるような大きな鳥居って、結構あるはあるんですよね、全国的に大きな鳥居で。ただ山の奥でね、そうなんですよね。っていうのはやっぱこう珍しいというかやっぱないだろうなと思いましたけど、まさかね鳥居の先にはそんなことがあるとはっていう。いやなんかいろんなその山道で急カーブで、ここ実は先行ったらもう危なかったよっていう階段あるじゃないですか。でもそこに鳥居があるっていうのが初めて聞いたんで面白かったですね。いやありがとうございました。